開幕から数戦はランキングトップを維持していたダムスの岩佐歩ですが、シーズンが進み、ライバルチームが本領を発揮し始めると、徐々に勢いがなくなり、サマーブレイクを迎えた時点で、トップのプルシェールから34ポイントという大差をつけられ、ランキング3位となっています。さらに、下からはビルトゥオーシュのドゥーファンや ART のマルタンスという強豪チームのドライバーが本領を発揮し、追い上げています。岩佐歩とドゥーファンのポイント差を見ると、第5戦終了時には41ポイントもの差がありましたが、第10戦終了時点ではわずか4ポイント差となっています。ここ数戦の岩佐歩は本来の速さはあるものの、予選で下位に沈んだり、チーム側の戦略ミスなどにより、獲得するべきポイントを逃しているように感じます。これがトップ5のドライバーの直近の5レースの獲得ポイントです。トップ5人の中で、岩佐歩は最も少ない65ポイントとなっており、逆にドゥーハン、マルタンスの勢いがすごいことがわかります。先日のベルギーグランプリの予選では、今にも雨が降り出しそうな状況の中、トップチームのドライバーは、セッション開始早々にタイムを出そうと、続々とピットレーンに並んで待機していました。セッション開始後、やはり雨が降り出し、ピットレーンを遅く出たマシンは、まともなタイムアタックができず、ダムスの2台は、ルクレールが15位、岩佐歩が16位と、この時点ですでに大量ポイントが見込めない状況に追いやられていました。プレマが1、2、ART が3番手、5番手、カーリンが4番手、8番手、MP モータースポーツが6番手、10番手を獲得しているので、ピットの位置が関係しているとはいえ、もう少し何かできたような気がしてしまいます。岩佐歩は17周のスプリントレースで16番グリッドから怒涛の追い上げを見せ、オーバーテイクショーを披露し、9台抜きの7位でフィニッシュしていました。あと1周あれば、6位のベスティもかわせていたと思うので、タイトルを獲得できるドライバーの資質を見せたと言えるでしょう。しかし、フィーチャーレースでは、ターン5を若干オーバースピードで進入してしまい、濡れた路面に足をすくわれ、マシンの姿勢を崩し、そこに後続のハウガーが接触し、ハウガーのレースはそこで終わってしまいました。結局、岩佐歩もレースを終え、無念のノーポイントでフィーチャーレースを終えました。スチュワードは、岩佐歩に対し、ペナルティーポイント2と、次戦のスプリントレースでの5グリッドの降格ペナルティーを課しました。今回のペナルティーは、結果的にハウガーのレースを終わらせたことになるので、仕方ないと思いますが、それでも、ペナルティーが与えられていない他のマシーンの同じようなインシデントを見ると、こういう時に日本人ドライバーは確実に悪い方向の裁定が下されるような気がするのは私だけでしょうか。スプリントレースは予選トップ10のリバースグリッドになるため、仮に予選でポールポジションを獲得しても15番グリッドからのスタートになります。スプリントレースは8位までが入賞なので、実質スプリントレースを落とすことになるため、タイトル争いをしている岩佐歩にとっては非常に重いペナルティーと言えます。チームメイトのルクレールが直近の7レースでわずか6ポイントしか獲得していないのを見ると、明らかにチーム力が他のトップチームよりも劣っていることがわかります。彼自身も今シーズンの F2 のルーキーではあるものの、不甲斐ないレースが続けば、フェラーリの育成ドライバーから外される可能性もあります。岩佐歩にとっても、レッドブルは来シーズンから育成ドライバーを激減させることにより、自身の未来は全く不透明となっています。現在のランキング上位5人を見ると、1位のプルシェールが F2 で3年目のシーズンを迎えており、2位のベスティと3位の岩佐歩、4位のドゥーハンが2年目、5位のマルタンスがルーキーとなっています。岩佐歩は、レッドブルの育成ドライバー6人の中で最上位となっていますが、このままランキング3位、もしくは今後4位、5位に下がるようなことがあれば、来シーズンの F1 昇格は夢に終わるような気がします。今シーズンの F2 は残り3戦となります。
ポイント的には、ポールポジション、ファステストを含め、1戦で最大39ポイント獲得することができるので、3戦合計では117ポイントとなります。つまり、現在のトップとの差である34ポイント差は、実質1戦分のビハインドということになるので、岩佐歩がこれをひっくり返すには、上位勢がノーポイントでレースを終えるなどの運も必要になります。これまでの10戦での最多数は、計4勝を挙げているベスティで、3勝が岩佐歩とベアマンの2人です。ランキングトップのプルシェールは、開幕戦のフィーチャーレースの1勝のみですが、抜群の安定感を見せており、第10戦までの全20レースのうち、ノーポイントはわずか5レースしかありません。つまり、今後の3戦の6レースでも、この抜群の安定性を見せると思うので、岩佐歩は最低でも全てのレースで、彼よりも前でフィニッシュしなければなりません。それは、ランキング2位のベスティに対しても同じで、その中で、彼らに何かが起きるのを待つ必要があります。今後のダムスに関しては、難しいコンディションの中でのレース中の戦略ミスは仕方ないにせよ、それ以外のミスはもう許されません。逆転でタイトルを獲得するためには、それらすべての戦略を成功させるしかないでしょう。岩佐歩には世界が認める速さ、うまさがあり、ヘルムート・マルコが求めるオーバーテイクできるドライバーと言えます。現在ルクレールはランキング14位に沈んでいますが、シーズン当初、チーム側はそのルクレールを中心としたチーム作りをしようとしていました。結局は話し合いの末に、それは回避され、現在に至っていますが、競合チームのプレマや ART などが同じ状況になったら、チーム側が拒否するような気がします。つまり、そんなことでブレてしまうのが、ダムスというチームで、本気でタイトルを狙えるチームではないかもしれません。そんな中、岩佐歩は常にチームを盛り上げ、彼らを奮い立たそうと、孤軍奮闘しているように感じます。とにかく、今現在の彼らの課題は、何と言っても予選順位です。ポールポジションは取れないにせよ、最低でも2列目以内にいることが重要でしょう。ここからの逆転でのタイトル獲得には、非常に高い壁が立ちはだかっています。しかし、可能性はゼロではありません。さらに、今後の参戦で、岩佐歩は強力なインパクトが必要になると感じています。彼の不運は、見ている人は見ているので、もしかしたらライセンスポイントさえクリアすれば、ランキング自体はあまり関係ないかもしれませんが、そこで選ばれるには、とにかく強烈なインパクトが必要になってくると思います。ちなみに、2020年に F2 参戦初年度でランキング3位を獲得した角田裕樹は、シーズン終盤の参戦で計77ポイントを獲得しています。その前のトスカーナグランプリでは、2レースともノーポイントで終えていた中でのこの快進撃は、岩佐歩にもできないことはないと思います。サマーブレイク明けには、彼の強力なインパクトに期待します。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。